僕はね、結構割合多いなって思いました。やっぱり若い世代の力って必要だし、これかなり少ないと思いましたね。ようこそ薬剤師のオフィスへ管理のハーピーです。本日は動画を見ていただいて本当にありがとうございます。今回の動画はタイトルにもあります通り、6年生薬学部出身の方々がどの職種にどれくらいの割合で就職されているんだろうかっていうところをデータを元にお話ししていければなと思います。今回の動画は現在ね、進行形で就職活動をされている5年生の方にはね、もちろんなんですけれども、薬学生のお子さんがいるご両親の方にもね、おすすめの内容になってますので、ぜひ興味ある方見ていただければなと思います。今回の動画の流れとしては、まずはじめに最新の動向調査2023年度の薬学部就職動向調査について触れさせていただいてから、動画の後半では現在のですね、薬剤師の有効求人倍率に触れながら僕の意見もね、述べていけたらなと思います。皆さんにね、分かりやすくかつ楽しい動画にしていけたらなと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?はい、それではね、早速中身に入っていくんですけれども、2023年度、令和5年度のですね、6年生薬学部出身の方々の就職動向についてなんですが、僕今から職種であるとかパーセントをね、どんどん言ってったりするんですけど、まず皆様に前提として認識していただきたいのが、分母の数を就職した人にしております。っていうのはどういうことかっていうと、6年生薬学部を卒業したとしても、薬剤師の国家試験に受からなかった場合は、就職しない人が結構いたりしますよね。しかも薬学部の国家試験をたとえ受かったとしても大学院に進学する方もいらっしゃるんですよ。なので今回のこの動画では就職しない人っていうのは省かせていただいて、就職した人すべての人数を分母にさせていただいております。ちなみに令和5年度の就職した人すべての人数は7932人になっております。こちらをね分母とさせていただいてパーセントを求めていこうかなと思います。はい、皆さんちょっとすいません、前置き長くなっちゃったんですけれども、2023年度の6年生薬学部出身の方々の就職動向に関しては、このような結果になりましたと。で、まず割合のね、多いところを見ていただきたいんですけれども、保険薬局が 34.8%、ドラッグストア調剤部門が 23.9%、病院診療所が 25.2% になってますよね。世間から見ると、この薬局、ドラッグストア、病院にいる薬剤師さんって、ザ薬剤師みたいな感じかと思うんですけれども、この3つの合計が 83.9% だったんですよ。皆さんこれ見てみてどうですか？僕はね、結構割合多いなって思いました。予想では保険薬局が3割ぐらいで、ドラッグストア、調剤部門が2割、で、病院診療所が2割とか1割5分ぐらいかなと思ってたんですけれども、全体的に僕が思ってたよりもね、もっと割合が多かったなっていう印象でございます。で、意外だったのが、ドラッグストアと病院診療所が割と一緒の人数就職されてるんだなっていうところが、僕はね、結構驚きましたね。なんか街中歩いてるとドラッグストアとか調剤薬局って結構いっぱいあったりするんで、そこら辺にね、薬剤師さんが流れているのかなと思ったんですけれども、病院診療所にもしっかりね、就職されているのが現状でしたよと。で、次に企業さんにね、就職されている薬剤師さんは 8.7% というところで、この企業の中には、MR であるとか、あとは治験に携わる CRO、CRA とか、そういうね、職種の方々も含まれていて 8.7% になってますね。これは僕のイメージよりも結構低い値でしたね。10% とか 15% とかいるのかなと思ったんですけれども、8.7% にとどまってましたよと。じゃあ、この中で MR の方々ってどれぐらいのパーセントなのっていうと、全体7932人中の 2%、162人だったんですよ。これどうですか？僕はこれかなり少ないと思いましたね。っていうのも、僕が5年生の時に MR に特化したね、インターンシップに行かせていただいたんですよ。で、その時、一社の中に僕と同じ5年生の頃にですよ、MR を考えている方々が50人いたんですよね。で、それが夏と冬2回行われていたので、その時点で100人ね、MR 志望の方がいるっていう状況ですよね。しかもそれ一社ですからね。そう考えると他の会社さんでも MR のインターンシップってやられてるかなと思うので、もっとねインターンシップの時点では MR で志望されている方がかなり多いんじゃないかなと思ってたんですけれども、実際に蓋を開けてみたら就職されている人って162人しかいないんですね。
やっぱりあれかな、コロナのパンデミックとかが起こって、MR さんがね、一時期病院に入れなくなった時期とかもあるので、あの出来事によって、MR さんのその募集人数とかが減少されたんじゃないかなと思いますね。ということで、MR の、ニーズはですね、2%、162人ということでした。そして、あと2つのね、職種があるんですけれども、まず1つ目が公務員ですね。皆さん、公務員って何やるかご存知ですか？大きく、3つに分かれたりするんですけれども、国家公務員、そして地方公務員で、あとは自衛隊にね、勤められる薬剤師さんもいたりします。国家公務員に関しては、例えばね、厚生労働省に勤めて診療報酬の見直しとか、改定をね、行ったりする仕事であったり、地方公務員に関してはこれ結構良さそうで、公立病院に勤めて、一般的な病院薬剤師の方々と同じ仕事をしたりするんですよ。そして3つ目の自衛隊に勤める薬剤師は薬剤官って呼ばれるみたいなんですよね。かっこよくないですか？なんか薬剤官って。その自衛隊の方々の専門の病院とかに、ね、勤めたりしてお仕事をするみたいです。で、皆さん公務員のメリットってご存知ですか？公務員って社員なのにめちゃめちゃ休みが取れるんですよ。例えば、普通の社員の方であれば育休っていうのは1年間なんだけれども、これが3年間になったり、あとは有給ですね。一般的な社員の方だと1年間で10日間ね、有給をもらえたりするんですけども、これが公務員になると1年間で20日有給がもらえたりするんですよね。これめちゃめちゃ強いですよね。ただ公務員とかって副業ができなかったりするのがデメリットであったりするんで、考えられている方は、そこら辺注意していただければなと思います。で、残り一つですね、医薬品販売業っていうのがあるんですけども、これはね、ドラッグストアの販売、部門とか、あとは卸業者に勤めている薬剤師さんですね。これが 1.6% という結果になっておりました。卸業者さんは物流関係の仕事をね、なさっているので、製薬会社さんから医薬品を仕入れて、それを薬局とか、病院とかに、売るというか、お薬を持っていくね、仕事だったりするんですけども、薬剤師さんがそのね、医薬品を運ぶんじゃなくて、卸業者さんに勤めて、備蓄してる在庫の期限であったり、あとは保管してる倉庫の、温度管理であったり、そういったね、安全管理を行うようなね、仕事をね、薬剤師さんはしたりしますよと。はい、ということで、2023年度の薬学部のね、就職動向はこんな感じになりました。お次はですね、有効求人倍率について触れさせていただきます。行ってみよう。はい、それでは続きまして、薬剤師の有効求人倍率についてなんですけれども、そもそも有効求人倍率ってなんじゃいっていう話からさせていただくと、この、倍率っていうのは、就職のしやすさを表す指標に、なります。例えば、有効求人倍率が2倍の、場合は、1人の仕事を求めている方に対して、2つの職場の選択肢があるということになります。で、この数値、最新データの2024年の2月のデータによれば、すべての職業での有効求人倍率っていうのは 1.2 倍なのに対して、ドクターと薬剤師の合計の、有効求人倍率っていうのは 2.34 倍なんですよ。おいおい、なんでドクター含んだのっていう話になるかと思うんですけれども、薬剤師だけの有効求人倍率って求められてなくて、ドクターと一緒にね、まとめられて、毎年毎年有効求人倍率が求められているんですよ。で、この結果が、最新のデータだと 2.34 倍になると。なので、一人のね、薬剤師さんに対して、2つ以上の職場の選択肢はね、ある状態なんじゃないかなと思いますので、結構有利な方ですよね。で、これ過去の有効求人倍率と比較すると、コロナのね、パンデミックが起きた時にですね、2倍くらいまで落ち込んだんですけれども、だんだん今回復してきて、今年も有効求人倍率というのは上がって2.34 倍になったんですよね。なので、今回の有効求人倍率の結果からも、薬剤師の人手っていうのは、まだ飽和状態にないと言えるんじゃないかなと思います。で、この薬剤師の飽和に関するね、お話でちょっと思い出したんですけど、僕が薬学部に入学した当時、大学1年生の時にですね、薬学部って結構非常勤の先生を呼んだりして講義をしたりするんですけれども、その時に非常勤で来たね、先生の方々が、薬剤師は今後10年で飽和に向かうみたいなねことをおっしゃってたんですよ。で、今考えてみるとね、僕今大学1年生から、9年、10年くらい、ちょっと怖いな。時の流れって早いなって経っちゃってるんですけど、いや、薬剤師飽和してないやっていう話じゃないですか。で、薬学生の方々は僕と同じで在学中に薬剤師はあと10年後に飽和し、いらなくなる時代が来るみたいなね、ことを言ってるね、方がもしかしたら登場するかなと思うんですけども、そういう方々の話はマジで全然聞かなくていいですからね。エビデンスも何もないですから。もちろんね、今後薬局とか病院に対
対して今まで薬剤師が行っていた仕事を、置き換わるかのように便利なマシンであるとか、あとはもしかしたら AI の導入もあるかもしれないし、調剤担当のテクニシャンの採用が増えてくる可能性はあったりするんですけれども、そういう場合にもしなったとして、企業は若い方々をいらなくなると思いますか？僕はそうならないと思っていて、やっぱり若い世代の力って必要だし、企業の方々は新しい薬剤師の存在を欲しいと思うんですよね。新卒の薬剤師さんっていうのは、そもそも若さっていう武器があるし、年々難しくなっていく薬剤師国家試験を受かられている優秀な人材なわけですよね。なので、薬学部で培った努力する姿勢を崩しさえしなければ、薬剤師のね、数が飽和したとしても、就職には困らないんじゃないかな、と僕は思います。はい、皆さんすいません。話がずれてしまいましたが、薬剤師の有効求人倍率は、コロナのパンデミックによって一旦は落ち込んだんだけれども、現在回復傾向であるということでした。はい、ということで、ここまで動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画はですね、薬学部出身の方々の就職動向であったり、有効求人倍率について、最新データをもとに解説させていただきましたが、いかがだったでしょうか。僕もですね、今回の動画思いつきで作ってみたんですけれども、結構ね、意外だなって思うことがあったので、今後もね、皆様の知識となるようね、動画を提供できたら僕は幸いです。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れっした。